ちょっとパパの見てて。落ちたらピトッとさ、そしたらはい、ノーフィッシュ。どういうこっちゃ。ナス。来た。ブルブル、do you know? はい、こんにちは、村岡正則です。今シンガポールにしております。今日は地下鉄乗って釣りに行きたいと思ってます。スーツケースに入るフィッシュマンの竿めっちゃ便利。釣りが 100% じゃないんで動画あんまり持ってこれないから、釣り竿とそれからウエストバッグ1個ですね、それを持って、おっともう一つ荷物があった。ヒロッチです。こんにち荷は、物なんてひろっちです。言ってごめんね。釣り楽しみだね。は頑張ろうね。この3つを連れて釣り堀へゴー。電車乗って終点まで来ました。もう駅前にあって、駅から5分で、あれ駅ですから、この建物。そんなにね釣り堀が盛んなお国柄ではないようですけど、逆に言えば噂で聞いて、今日はほとんど情報なしで来た釣り堀で、何でもバラマンディの10キロぐらいが釣れるらしいんで、でルアーキャスティングゲームができるって聞いたけど、どう見てもなんか餌釣りっぽい、ヘラブナ釣りみたいな、鯉釣りみたいになっちゃうかもしれないけど、ちょっと交渉して、どこだっけ次は。あれじゃねえかな、メインハウス。すごいな、でかいな。一人もいない、もしかして。あ、いる。あそこに3人釣りしてる。 The Best Recreation。 これはもしかしてグルーパー、ゴールデンスナッパーみたいな。さあちょっと入ってみましょう。大人が1人100ドルか、1万1000円、1万1000円だ。子供はフリーということでした。プレミアムポンド、ここが借りられました。小魚いっぱいいるね。ベイトフィッシュは餌、小魚かな。うわー、なんかでかいのがいる。あ、ここでランディングするのね。あ、でネットもあるね。追加情報だとトレブルフックダメらしいんで、ボラコンとかトレブルで来たんだけど、シングルフック買いました。 2.8 シンガポールドルが早速やりたいと思います。今回2本のタックル持ってきました。もうライン通しちゃって時間もったいないからね。1つ目は5点ですね。 MXH スティーズに P の2号入ってます。もう一つがこれもフィッシュなんですね。クリスタの5点 LH。 これがヒロッチの竿です。レイトリール初めて。まずブラインド 110S シングル一発仕様で、思った通りのジャストセッティングです。こんないい加減なセッティングだけど重心バランス完璧です。リールがね、これはちょっと前のジルの 100HL で、これも P3 号ですね。はい、ヒロッチして、これをしてで離す。そうで、ここそうはい、スネコン130で100フラントシングル一発ずつで来てからセッティング出す感じですよね。まあ今回やれるかどうかも分かんないけど、とりあえずただ待ちで食ってくるような甘い世界ではなさそうですね。ちょっとパパの見てて。いくよ。こうやって巻いてくるじゃん。こう10センチぐらいにしてパチって振って、見てて、手をこうで落ちたらピッとするで、落ちたらピタッとさ、そしたらなんですね、こうやってベイトで投げると綺麗に飛ぶの。不思議だよな。これね、あれなんですよ、 B 品なんです。これが入んなくて削んなきゃとか言ってたやつをケンさんとか遊び行った時、あ、じゃあ俺が後で削るんでくださいっつってしたら、あ、削ってないって。結構入るんで、だいたい入りゃいいかみたいな。なんか今ついてきたよ。ついてきたっていうか、なんか今言ったよ。テスト中のルアーを針が隠れてます。浅いんだ。1メーター20ぐらいしかない。外れた。食ったよ。ああ、すれたな。うわー、いた。こんなんだったな。バラマンディか。ひろっち、魚いること確認済み。お願いします。そんな羽上げしたら食いましたね。ライジャケしてないと不安。なんかシートベルトしないで車乗ってるな。怖い。はい、ボラコンに変えます。ちょっとフック上向きで根がかり怖いんで、重りつけておきます。3g ウェイトつけまして、音もね、いいですね。
小学校4年生からベイトリール覚えるのが裏岡家のしてな初耳。なんでそれになったの？理由。ちっちゃいうちは我慢できないから10歳ぐらいになるとイライラに対してベイトリールの気持ちよさとか釣りたい欲でそれを超えていける。ちっちゃいうちはもう釣れないと飽きちゃうしさ、こうやって探して釣る喜びとかもうシーバスでいつもやってるから、こうやって自分で動いてさ、で多分1時間してダメだと釣れないってやめちゃうのが小学生かもだけど、まあね、まあそれはそれでいいんだよね。そのある日いろいろ自分で工夫してったのが運の要素もあって大物がかかったりした時の興奮が一生釣りするきっかけになったりする。マサノリのハマりもそんな感じ？まあ俺はシロギスの数釣りを一生懸命親父とやってるうちに木であげないで追い食いさせていくとかさ、親にコントロールされた中での創意工夫がとても楽しかったし、高学年ぐらいになると友達とチャリンコ乗ってね行くんだけどさ、その時はもう完全に与えられた釣りじゃなくて自分たちで行く釣りだけど、それはまだ簡単なカレイ釣りとか投げ釣りの穴子だよね。高校生ぐらいになると電球木釣りとかちょっと難しい、なんか流す概念がないと重り入れて投げる時は釣れるのとはまた全然次元が違う。さっきさ、ここで広高がやってる時すぐにさ、糸が余分にあれになっちゃったじゃん、でも自分でちゃんと直してさ、もう嫌だってなんなかったから。子供の得意技は飽きたら景色を変える。あそこで飽きたらあっち側に行ってそしたらまたちょっとできたりするもん。しばらく一緒に行かないうちに結構辛抱強く釣りやるようになったの。そうだね。よし来た。あ、外れた。食います食います。大丈夫だって。あ、一回休憩。もうやらな早くない？いや偉いなと思ってさ。釣れない才能がないんだって言ってたから。フロント行ってさ、全然釣れないっつってどういうことだっけ。お、今食った。ドンだった。このウェア、この夏ブルブルのプレゼント交換用の日焼けしないフィッシュシャツ。ちょっと後ろ一周。あ、何もないんだ後ろは。右の腕が可愛い。ここに日本線が可愛い。でフェイスマスクしたら焼けないよね。シンプルなラインもちょっとこれから増やしてくる。ヘンさんはこういうとこだったら、はい、ノーフィッシュ。どういうこっちゃ。ナス。さすがにゼロはないでしょみたいな感じだけど、気迫で言うの、ソウルイみたいな感じ。やっぱ海外のハートの強さ、ある程度感情見せてた。押し通すみたいな。ダメでしたか？プールで目が真っ赤です。どうだった？魚いる？だからフロントに行ってさ、ノーフィッシュだよって。ナッシング。いってらっしゃい。ドラパン諦めます。ルアーを変えてナレッジですね。国語フックをテールだけにして、透明度30センチぐらいかな。魚の餌を3匹5ドルで買いますか？じゃあ6匹買ってきて。ああ、今来た。下がってきた。冷凍のアジで3す。匹5ドル。じゃあヒバッチ餌仕掛けです。T ラインの FG ノットから針までは直結でダウンショットで中盛りを作ってます。ハーフフィッチでね止めて、なんか棚とかあるかもしれないんで、こうグーッと力入れるとギリギリなんで喧嘩すんな。つないの泣いちゃった。飲んでる水がかかったの。兄弟喧嘩で泣いておりますね。しばしば溶けるとこうなんだ。すぐ売れちゃうから。大喜び。だから目に目に。あ、食ってる食ってる。もう飲み込んでる。じゃあまさかの。あ、頼む。ああ。どういうこと？うまいし。すぐ合わせたら正解。引き目。セオリーはしっかり飲ませてなんで。あ、そうなんだ。でリーダーも60本なので、そうそう切れないと思う。ああ、何やっとんねん。なぜかキャストの練習してたヒロッチがペットボトルでキャストの練習してたら投げてしまいました。来たよ。お、見てた。釣れさ釣りたいな。1匹ぐらい釣りたいね。でも私が釣りたい。ペロッチやらないって言うから。じゃあ俺が投げたから持ってるだけでいい？私はルアーでスネコン90 3g ウェイト向けのシングルフック BKK の7ペロだったかな。先生、すごいたるんでるじゃん。こんなたるんでても食い出したら感じれる？
貼る貼る。あ、貼ってない？ほら。あ、今持ってったね。ちょっとゆっくり巻いて、なんとなく重い。ゴンゴン言い出したら。あ、魚はいないよ。技で。あ、てか、巻いて巻いて。あ、帽子がなくなった。え、これ巻いちゃっていいの？いやいやいや、無理無理無理。いっちゃう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 。嫌いだからやめて、その勝負。あの中入ってっちゃうよ。あ、ちょっとほらほらほら。いっちゃういっちゃう。大丈夫？じゃあ向こう行こう、向こう行こう。え、巻きながら行っていい？巻きながら行っていいよ。やばい、糸が噛んでるな。でかいぞ。巻き込んで。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとどうなってる？え、切れた？うわー、残念。あ、そういうこと？ 10キロぐらいのゴールデンスナッパーか。マングローブジャックかな。赤いよ。はい、取れたかった。切れてしまいました。開発中です。こんな動きをします。バイブレーションプラグです。Usually you might want to do around here, along the edge. Yeah, I'll show you. How often do you fish here? Very good. ベリーグッド言われてる。昨日50キロぐらいのキャットフィッシュを放流したそうです。どっかにいる。芝でこんな長さ2メーター。はい、頑張れ頑張れ。待って。待って。バラマンディだ。Slowly. Ah, slowly. グルーパー？ Yes. うわ、 Yes. めっちゃ。 Yes. グルーパーグルーパー。 Yes. やったー。ありがとう。じゃあ。Alright. Thank you。 Mocha. 超重いんだけども手が震えてるリリース今。リリース。いや皆さんのご協力のおかげで。あ、重8キロぐらいあるかな。でけえ。写真タイム。反対側に来ました。なんか連日来てるっぽい常連のおじさんがアドバイスをくれて、あっち側がグルーパーでこっち側がキャットフィッシュで、グルーパーはキシキはキャットフィッシュはこの辺をねうろうろしてるらしいんですけど、かき上がり手も浅いんです30センチぐらいかな。ドーンと深くなるかき上がりとか、この辺の木はないよね打ってって話なんじゃないですかね。まあとりあえず1匹釣れたからよかった。没動画なるところでした。常連さんの話聞いたら、やっぱ涼しい時間なんかがいいけど、日中も奥のねシェードの中にいたり、木はひたすらミノでボトムノックをするんだって言ってましたね。まあ、そこが見えてそんなにいないのも見えるぐらいだから、もっと奥から出てくるのかもしれないし、まあ、隠れてるところから回遊してくる何かを見てるのかもしれないけど、そんなこと言ってました。もう残ったやつあと2匹。さあ釣ってみますか。餌釣りちょっと不本意ですが、せっかくシンガポール来て1匹ぐらいは釣りたいよね。いい感じだったけど、1バイト2バイトぐらい出たかな。味です。わあ、釣った。あ、持ってったね。残念。来た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 。よっしゃ。だよ。餌だと釣れんだよな。15キロぐらいあるかな。でキャットフィッシュこんなでかいの持ったことない。よし、おいっつら。Okay, good. Good job. 女。女。よいしょ。Thank you. This is blue lure. Blue. Oh, Blue, do you know? yes. Oh, thank you. シンガポールに訪れる視聴者の皆様、ぜひルアーで私の情報をもとにつなげてくださいませ。今日は餌釣りであんな魚がねかかんなら、ちょっとね初めてで勝手が分かんなかったけど、慣れてれば3時間で 5,6 発はかけられるんじゃないですかね。あえてね独学でルアーで挑んでたので2時間ダメでしたけど、ラスト1時間で現地の人がいろいろアドバイスくれてからバタバタっと2本ですからね。あー、食ってる。ねえ、マングローブジャック。ジャック。目拭きですね。ありがとう。バイバイ。ほんと強えな。
今回非常に貧弱な設備で撮ったんで、音声もどんな感じかわかんないし、卑猥なシーンもありましたが、こんなシンガポール超過でした。ご視聴ありがとうございました。